山野草と苔の方を研究している大野義弘と申します。竹があって袖が隙間を開けないように植えるのがコツです。四季を通して花が咲くようなお庭にしたいなと。すごいね。一応ですね、下地は苔の準備、下地は整ってたんで、早速苔を植えたいと思います。で、専門のスペシャリスト、大野さんをご紹介します。もう苔の大家です。こんにちは。山野草と苔の方を研究している大野義弘と申します。よろしくお願いいたします。もう本も相当出してるんですから。ありがとうございでます。一応ですね、大野さんにね、今日だけじゃなくて前から来てもらいまして、でいろいろと条件を、土の条件と、あと日照的な、それから植える場所にもう一度ちょっと日差しの関係とか全部考えた上で苔を選んでいただきました。あれですよね、テレビチャンピオンの苔庭を庭のお題審査員だった。あれなんだけど、庭という名前がついたから多分呼ばれたと思うんですけど、その時ちょっと知り合いになりまして、でちょっとたまたまその間あまりね苔を扱うっていうことが最近なかったんで、だけど今回お客さんの方でまあ相当の苔の庭をつうことがあったんで、ただピンと大野さんがいたんじゃないかとちょっとお電話。そうですね、苔リウムの教室で講師をしたりですね、あと、山野草の研究をしに海外に、行ったりしています。海外に行ってですね、その植物の調査をしたりですね、製をしたりですね。基本はもう大野さんです。植えていただいて、はい、よろしくお願いいたします。左のまずこれがハイゴケっていう苔ですね。ハイゴケはどちらかというと少し乾燥を好んでですね、全体的にカバーできるような種類の苔になってます。苔玉とかに使ったりもするような苔です。次に富山忍苔という苔で、この富山忍苔は、苔同士がですね絡み合うので、斜面とかに張っても、土をこぼれるのを防ぐようになことができます。で次にこれは小坪苔という苔で、非常に水が好きな苔です。今回滝と川が、せせらぎがありますので、そこの周りにと思って、用意しました。で、こっちはちょっと背丈が高い苔なんですけども、尻尾苔といいます。ちょっと日陰のですね、ところに植えようと思いまして、今回、右奥の梅の木の周りとかですね、その辺り全体的にこれを引こうと思っています。で、一番最後のものが細葉沖縄苔といいます。ちょっと乾燥が好きな苔なので、あんまり水がかからないような場所とか日向の場所に
植えようと思っています。一般的な苔はですね、このハイゴケと、大きな苔はですね、一般的によく見られるというかですね、使う苔ですね。この尻尾苔とか富山シノブ苔はですね、あんまり、多く生産されていないので庭に利用がされないんですね。非常に綺麗なので、ぜひ尻尾苔は使いたいなと思って用意しました。これね、すす竹。蔵のとこにあっただけで、ずーっと保管してたんじゃないですかね。だからこれちょっと、これも利用して、ちょっとこれポイズはプラですけど、まあここ竹があったんで、ここで袖がここにちょっとやっぱしここがちょっと一番なんか雑然としてたんで、やっぱしここの入り口なんで、まあ袖図を生かした形で向こうの洋風の雰囲気をちょっと透かしで遮断のような感じで作りたいと思って。小野さん、すみません、何ゴケですか。細葉沖縄ゴケっていう種類。細葉沖縄。なるべくですね、隙間を空けないように植えるのがコツですね。で、できれば、一塊は同じ種類で植えるのが、きれいに育てるコツですね。これ見えてる場所がですね、綺麗な苔の部分なんですけど、苔って根っこ持たない植物なんですね。まあ裏側今土とですね、ちょっと茶色い部分があるんですけど、これ茶色い部分は仮の根と書いて花根って読むんですけど、これで土とか石にくっつく部分なんですね。でこの部分を、まあ、この今赤玉土が入ってるんですけど、そこに、なるべくくっつくようにちゃんとですね押さえてあげるのがコツですね。で今こういうふうにはみ出たものを後でピンセットでですね向きを変えてあげます。これ表がですね表に出てないと、傷んでしまうので、緑の部分が表に出るように、植えてあげるんですね。こういう隙間、例えば空いた場合はですね、隙間よりちょっと大きめのコロニーを作ってあげて、上からつまんで少しずらして入れてですね、こうやって、なじましてあげます。そうすると継ぎ目が分かんなくなってきれいに入ります。
で、例えばここ隙間が空いてるんですけれども、この大きさと同じ大きさで切ってしまうとですね、結構逆に苔は隙間が空きます。なので、ちょっと大きめの塊をですね、用意して入れてあげます。で、両端から入れるとぴったしこういうふうに、馴染んでいきます。で、仕上げにこういう入ってない場所探してですね、詰めていってあげます。で、大体入ったら1回ですね、様子見で水を与えてみます。で、ちょっと最初強めでですね、2回で当ててみます。そうですね、ちょっと表面の汚れも落とす感覚でですね、ちょっと強めで上げていきます。で、今、ちょっとこういうところにひっくり返っているものはですね、後で、水揚げ終わった後にですね、全体的に見るときにピンセットで、直していきますので、とりあえず植えたところは水をあげます。あとは、一番最後全部入れ終わったら、ちょっと手直しをしていきますけども、とりあえず、ここの植栽はこんな感じで完成です。今水はあのぐらいたっぷり最後は。最初植えた時だけです、ね。はい。あとはもう別に表面しか吸わないので。あれね、ミストなんかで。はい。大丈夫です。やった方がいいんですかね。そうできればミストの。ミストのは。はい。今水引き上げたのは赤玉土に、花根をですねくっつけるために。くっつける。はい。隙間がなくするために水まいて。いや時期的にこう冬あれでもこっち冬乾燥するので、できればミストかも、朝と夜1回、バーってあげる程度が欲しいんですね。苔自体ですね、乾燥しても死ぬことないんです、はい、見た目が悪くなるだけなので。でまた水やれば緑に戻ります。で、ここに今植えたのはあえて、そんなに水があげなくてもですね、苔っぽく見える種類を入れたんですね。乾燥が好きな苔なので。京都の苔寺でよく使われている種類なんです。あ、これがそうですか。はい。この中で、四季を通して花が咲くようなお庭にしたいなと思っているんですね。で、今そちらに固めているのが、大体3月から4月に咲く花が入っています。で、だんだん6月になって、この池の中の島とその後ろがですね、大体夏に咲く花になっています。で、そのちょうど今センターに見えるのが秋の、咲く花をそこに植えようと考えているんですね。で、今あとは水際の先のそばには水が好きな植物を入れようと思っています。で、この道の前のところはですね、菖蒲とかアヤメとか、水が好きな植物を入れて、5月ぐらいに花が見られるような感じに今植えようと思っています。そうですね、石を通して、日本の野山の花が楽しめるお庭にしようかなと思っております。今回山入りとかを入れるんですけど、香りが強いものを入れてですね、ちょっと空間を、花の香りでまとわせようかなと思っています。で、奥の方に今秋の花としてフジバカマとか、入れてるんですけども、入れようとしてるんですけど、その場合花は秋にですね蝶を呼んでくる植物なんですね。なのでお庭でですね蝶の飛来したものが見ることができたりするような感じになります。オオミスミソウという植物で、園芸名では雪割り草と呼ばれている植物です。で、春に、白とか紫とか、ピンクの花を咲かせて、一番に咲くので雪割り草っていう名前がついてるんですけれども、クリスマスローズとかテッセンとも同じようなキンポウゲ科の植物なんですね。で、今植えるのにですね、自然の生え方としては奇数が多いので、1個とか、これ今3株まとめたんですけど、そういう感じでですね植えていくとより自然っぽくなります。ここは秋のに咲く花をですね基本的に今植えてます。
フジバカマとかピンクの花ですね、あとノコンギク、ちょっともう終わってるんですけどオミナエシとか、あとまだ咲いてるのがワレモコのゾーンですね。これは尻尾ボケっていう種類で、ちょっと日陰を好んで、背丈が高い種類なんですね。で、ここ、梅の木の下になるので、ちょっと日陰なので、この種類を選んでいます。で、まあ、さっきのと違ってですね、ちょっとふわふわした感じなので、動きが入るので綺麗だと思います。乗ってもちろん大丈夫です。今これ貼ったばっかだと乗ってもまずいんですけど、大体馴染んで2月ぐらいすればもちろん乗って芝生代わりに、その上で遊ぶこともできます。これは富山シノブゴケっていう種類ですね。まあ、水際に近いっていうこととですね、あと、ここからさっきまでは、日陰なんですけど、ここからだんだん日が差してくるので、日向にちょっと大丈夫な苔を選んで今植えています。まあ、富山シノブゴケ、特徴的なものはですね、まあ、葉っぱがですね、シダ植物のシノブというやつに似てるからシノブゴケってついてるんですね。で、あと特徴的に他のと違ってですね、これシート状にこういう風に、なります。なので、移植が簡単なんですね。で、これこのまま、ドカッと置くことができます。そうですね、これハイゴケっていう種類です。ちょっと乾燥が好きな苔なので、一気から少し離れてくるので、ハイゴケにしています。けどやっぱ根っこがない植物なので、まあ、水をあげることが一番の手入れですね。で、まああんまり害虫もつかないので、まあできたら、湿った状態をですね保つ方が苔がより長持ちしてきれいに、見られます。で、たまにもし苔の隙間に雑草が生えたら、それは、小さいうちに抜いてあげた方が、苔に対して、邪魔になったりしないので、まあ、できたら、月に1回ぐらいなんか雑草があったら取ってあげた方がいいと思います。いや、いいですよね。すごいよね。神社だね。あれだね。こんなね。延べ段のこの両脇。はい。